お待たせいたしております。はい。タカです。はい。何週間ぶりになるのかな。久しぶりすぎてちょっといろいろ忘れとりますな。ともかく、今回の一番、レオナさんこんばんはでございます。アルトさんこんばんはでございます。レニさんこんばんはでございます。あやかさんこんばんはでございます。ゆなみさんこんばんはでございます。ファイアウッドさんこんばんはでございます。はちみつさんこんばんはでございます。まさみさんこんばんはでございます。あいましょうさんこんばんはでございます。大阪チケット当選、おめでとうございます。サイクさんこんばんはでございます。ヘムチンさんこんばんはでございます。メタルキャットさんこんばんはでございます。春はすぐそこまで。つい先日まですごく暖かかったはずなのに、急になんか春がどっか行っちゃいましたよね。もう、寒の戻りとかいらないから、そのままぬくぬくとしてほしいんですけど。ゆうきさんこんばんはでございます。ちなさんこんばんはでございます。森さんこんばんはでございます。チャックさんこんばんはでございます。あきねさんこんばんはでございます。M さんこんばんはでございます。大輝さんこんばんはでございます。カメさんこんばんはでございます。ゆのはさんこんばんはでございます。メタルさんこんばんはでございます。てごまさんこんばんはでございます。中村美沙さんこんばんはでございます。本当にね、春がかくれんぼしました。どこに行ったのか、シャイなのかわかんないですけど、早く戻ってきてほしいです。みかんちゃんさんこんばんはでございます。ひとみさんこんばんはでございます。ちゃこさんこんばんはでございます。みささんこんばんはでございます。寒いです。ホットカーペットはもちろんついております。お尻だけはぬくぬくとしております。佐藤さんこんばんはでございます。失礼。ちびちびルルピさんこんばんはでございます。不安さんこんばんはでございます。ヤマトさんこんばんはでございます。バラさんこんばんはでございます。ひめみやさくさんこんばんはでございます。オールスター感謝祭に出演して、オールスター感謝祭ってなんだっけTBS だっけなんだっけそれのやつかな。なんか、まあ、小野さんはね、出れるかもしれないけど、ガルブは、そんなバンドワークってあったっけあれ。猫まじさんこんばんはでございます。ブンさんこんばんはでございます。トコさんこんばんはでございます。ケンタッキーさんこんばんはでございます。さて、ちょっと待って。追いついたまあ、例によって例のごとく、アプリで、確認しておりますので、コメントを今、もし、挨拶抜けてる方いらっしゃいましたら、抜かしてんじゃねえよと、クレームを入れてください。ではですね、116? 116かな多分、6回目の、キャスネリをスタートいたします。改めましてこんばんはでございます。ガルネリウスのタカでございます。ジリンコ大好きパラシュートさんこんばんはでございます。始まったばかりなので大丈夫ですよ。もう今日シュウさんのイベント行ってきました。トコさん、なんかシュウ君イベントやってたんだっけ全然知らねえ。エミさんはカッカのイベントに、カッカもイベントやってたんですね。なんも知らねえ。本当に。バッシーさん、こんばんはでございます。すいません、ありがとうございます。なんか、これ桜なのかなありがとうございます。なんか、すごい桜暮らし。なんか、そういうのがあるんですね。はい、ありがとうございます。待ってね。クレハさん、こんばんはでございます。大丈夫かなでね。
はず。どこ。お。ということで、ちょっと待ってください。自分のモニターに返してる BGM の音がでかい。はい、すいません。何年やってるんだって話なんですけれども、カンタタ TV ライブに出演してほしい。まあね、出演してほしいなって言われても、私たちも出演したいなですよ。出演してくれたらいいね、できたらいいんだけどね、今まで、ガルネリウスデビューして20年ですが、一度もないということは、需要がないということですね。タカさんがコウスケみたいになった。コウスケって誰？すいません、ありがとうございます。こんなにこの桜のやつは2種類あるのかな？面白いね。多分、巷では桜も咲いてるそうで。ありがとうございます。すいません。なんか東京が例年より何日間か、早く開花しましたよみたいなことを、ネットニュースで見た気がします。わかんないけど。一時期すごく25度、6度東京はなんかそこまで上がって、なんかね、ちょこちょこね、用事で、郵便局行ったりなんだかんだりで出かけたんですけど、その時、確かに、薄手の、すいません、ありがとうございます。ジャケットを着たけど暑かったなとかってあったんですけどね。なんか今日やたら寒いので、どうなったんだみたいな。ちょっと待って。きょんさんこんばんはでございます。明日仕事お休み、激安ワインと激安のつまみっていうのはどうなんだろう。激安にこだわるわけですね。マッキーさんこんばんはでございます。一日出張なんか、カッカのやつ、どこだっけ？上野？中野？違う、どこだ？なんか、ウェブのフライヤー見た。すいません、ありがとうございます。なんか桜がいっぱい。これでもう桜散ってるってことなの？桜が舞ってる。まあでも花びらじゃないからいいのか。すごいですね。今日はもう、お花見気分でいい感じでございます。鬼滅の参拝券総大戦惨敗して寝てます。チラさん、それは残念。鬼滅の代わりにはなりませんが、その分ガルネリウスの方に来ていただければと思います。非常にね、寒くなりましたが、体調は大丈夫ですよ。なんかね、自分の、これも不思議なもんで、花粉症かなと思った時期が1、2週間あったけど、そこから引っ込んで、で、暖かくなって、また目とか鼻がすげえかゆいなと思ったけど、ひどくならずに今に至るって感じですね。その他の体調はね、もう疲れやすいとか、そういうのはもう、もう年ですから、いつものことなんですけど、あと、今日も久しぶりに、声を出してますので、ところどころ聞き込むところがあると思いますが、お許しください。買い出しっていうかね、慌てて今日、コンビニに行ったんですけど、本当にね、袋くださいって言おうと思ったら咳き込んじゃって大変でした。本当に久しぶりに声出すのダメね。焼き作りつつ聞いてます。すみません、ありがとうございます。今日久しぶりに青モヒカンにしました、写真。はちみさん今から晩飯を作ってるってことなのかな？なんか美味しそうなものを作ってらっしゃる。はい、抽選券ゲットは今から楽しみに。ありがとうございます。私も楽しみにしております。なんか自由度が高い瀬取りということで、なんかツイートしてましたね、シュウ君がね。自由度が高いってことは、参加するしないも自由度が高いってことと私は捉えておりますので、
ね、ガルネリウスがフルでやる曲もあれば、1人2人抜けてる曲があるかもしれないということですね。北島康介、何も言えねえの北島康介ですか。なんかね、なんか本当なんかそういや、お知らせにあったら、またなんか、ツイキャスのキャンペーンやってるっていうの、それの関係の桜暮らしバッグなのかな。バッシーさん、ガールさんチケット当選買いました。楽しい。ありがとうございます。おめでとうございます。人田財布に行くよって桜もいます。でも、姫宮さんのお住まいのところは、明日も天気がいいんですかね。なんか東京の方はしばらく、冷えて、傘マーク、曇りマークばっかりでしたけど、天候にも気をつけて、桜が散らないといいですよね。寒暖差がありすぎて人生でパクリさん、本当そうですよね。暑いと思ったら底冷えして、本当ね、皆さん、ね、自分も含め体調管理は気をつけましょう。引きこもって家から出ることはあまりない私に言われてもって感じでしょうけど。3駆動じゃなく3回干渉でね、春を感じますね。本当にね、もういい加減、もう今令和ですよ。昔の三寒四温とかとそんなもういいじゃないかって感じですよね。もう三寒いらないから、ぬくぬくとしてほしいですよ。ヘムチンさん、痩せたように見えますか？マジで悲しいかなですね。正直に言いますと、正月明けがピークだったんですよ。人生最大のデブり具合だったんですよ、正月明け。もう本当にね、やばいと思って、そこから、ダイエットを、真剣にやりまして、真剣に真面目に筋トレとか、極力ね、本当に忙しい時以外は、ちゃんとサボらずに筋トレしましょうということで続けてまして、徐々に体は引き締まってきたんですよ。でもですね、ピークが過ぎて、今月初めぐらいにようやく、去年のツアー始まる前ぐらいの体型には戻ったんですよ。でも一昨年の、冬ツアーの始まる前、一昨年の11月か、健康診断を受けた時の体型にはまだ戻せてないんです。本当にね、お腹周りやばいですよ。まだタプタプでございます。なので、少し痩せたように見えるんであれば嬉しいけど、実際そんなに痩せてないんだよね。本当に。ハイウッドさん、そう、今日ね、寒かったですね。起きて布団から出るのに時間かかりました。もうこんな配信でもありがとうと言っていただける、その心優しさに感謝でございます。上野のパンダ広場。やっぱ上野か。なんか地理がベストなのかな。なので長持ちそうな。結局ね、気温が下がって、満開になるのがずれるのはいいけど、雨風でね、すぐ散っちゃわなければね、もう何年も私、お花見とかしてないからあれですけど、やっぱり満開の桜見ると、なんかおーっと思いますもんね。それにさ、初日名古屋、金沢、横浜に、あら、クレハさんありがとうございます。たくさんありがとうございます。いやー、俺は、その日を避けて参加しようと思います。大阪の分、無事チケット確保できて幸せ。ありがとうございます。本当、楽しんでいただけるように、4人の人たち頑張ってくれると思います。戸部さんこんばんはでございます。しゅうくんは何のイベントやってたんだっけ皆さん寝ちゃって今からガンガン。普段はこの時間に食べてないってことですよね。あんまりね、
だろうね、夜遅くに食べない方が健康のためにはいいと思います。すいません、ありがとうございます。私はいつも夜中に食べてますけど、夜中に食べるのがデフォルトなので、不節制ではないんですよね。規則正しい生活をした結果、夜中になってるってことですので、大丈夫なんですけど、あまりね、生活リズムが狂わないように、寝ちゃってということは多分お疲れなんでしょうから、ゆっくり休んでください。ちなみにさっき、シュウ君にリクエストを送りました。なんだっけ、リクエスト、こっちにも送っていただいたやつですよね。それをやらないように、メンバーに言っときますね。気分でメンバーがいなくなるライブ重視するよね。だって自由度が高いって、シュウ君が言ってたから。俺じゃないよ。シュウ君が言ってたからね、自由度が高い。自由度が高いセトリってことは、ね、そういうことだと私は捉えております。ねえ。福岡下も寒いです。じゃあ、ね、ひみみさん、外出の際はお気をつけください。防寒対策しっかりと。大阪チケット取れました。ゆうひさんもありがとうございます。おめでとうございます。シュウさんが10度高いということを20周年1、2に続いてリクエストライブと受け取っていいんですけど、どうなんでしょうね。みんながのリクエストを、弾いて、リクエストが来なかった曲をやるかもしれないですよ、それはね。なんか、みんながこれ聞きたいって言ったからやりませんって言うかもしれないし。ここはどうなんでしょう。正月はどうしても増量します。そうなんですよ。特に私、年末年始2週間以上、本当に家から一歩も出ず、引きこもってましたので、食っちゃねしてたわけじゃないんですけどね。ただ、やっぱり、外に出ないというのは、いくらですね、ストレッチ、筋トレとかをちらほらしててもですね、食べる量もね、正月だからということで、たくさん食べてましたので、もう本当にびっくりするからお腹出たよ。正月明け、自分でちょっとびっくりしました。こんなにも太るかと。太るのはあっという間なんですけど、なかなか痩せなくてですね、今すごく苦労しております。一応、5月入る頃には、もうちょっと痩せてたいなっていうのがあって、遅くてもツアー始まる前には、ちょっとね、元ではないか。少なくとも一昨年の11月頃の体型には戻したいなとは思っております。でもなかなかね、本当にね、お顔がほっそりされてるように見える。嬉しい、ありがたい。本当に。私もたくさん痩せたと思いました。あら。これはいい兆候ですね。春にね、出す予定である、いつになるかわからないけど、春に出す予定である DVD の映像チェックをしてたんですよ。驚愕ですよ。その毎回 DVD ね、映像作品出しますよって映像確認するたんびに、老けたなとかいろいろ思ってたんですけど、今回その老けたなにプラス、顔がまん丸やんけっていうのと、すごい二重顎が気になりましてね、もうタプタプだったんですよ、ここら辺ね。本当にね、自分が映ってるところを全カットにするか、映り込んでるところモザイクにしてもらうかとか本当に思うぐらい、そらもうひどい顔してましたね。こんなに丸かったかっていうのと、何この二重顎っていうのでね、ちょっとこれは危機感を感じましたよ。普段、衣装はともかく、普段着てる服、パンツ含め、ジャケットもそうなんですけど、服が全部きつくなりまして、ほんとちょっとやばいなと思って。今でもですよ、ちょっと、暖かくなってきたんで、春に向けてジャケットをちょっと薄手の着たんですけどね。こんなにパツパツだったっけなって思うぐらいなので、
本腰入れて、やばいぐらいにダイエット強化しないと、やばいです。本当にやばいです、私今。ガールさんツアーの衣装はどうなんですか？どうなるんでしょうね。DVD ツアーの時は、発売ツアーの時は、特に縛りっていうか、要望がないので、大抵、みんな自由気ままなんですよ。なので自分も、久しぶりの衣装を引っ張り出してこようかと思って、もうね、太ったこともあるけども、パツパツで着れなさそうなやつを、着納めということで、ツアーで着て処分しようかなっていうのが何個かあるので、それを着る予定ではいるんですけど、ただもうちょっと痩せないとね、入らないんですよ。パンツは別として、上がね、前に、これ、もうそろそろ、もう古いから捨てなきゃなと思って、試しに袖を通してみたら、きつかったです。なんかね、糸で出したりしまったり、服装毎日考えるのが大変。もう本当にね、服装大変ですよね。自分服が少ないから、ここまで大変じゃないけど。スピーカーのイベント。とか、機材関係の思想イベントなのかな。メンバーに打ち切れられない程度のセトリ。だからね、どんなセトリが来てもみんなぶち切れますよ、そりゃ。もう、全然ね。さあ、楽しみに。ありがとうございます。頑張りますよ。4人が。正直、会場待ちの時間が楽な季節。そうですね。急激にそこまで暑くなることはないだろうけど、寒くはないだろうけど、今度はね、日向に炎天下ずっと外に出されることを考えると、水分補給もしっかりしていただきたいし、あとはできるだけね、本当、晴れてほしいですよね。雨は大変だもんね。周さんそこまでひねくれてないと思う。どうでしょうね。なんか、いたずら心を発揮して、とんでもないことをするかもしれないですよ。私、明日仕事なんで、明日休みは旦那様と息子の明日のご飯したくない。スマホ片手で、そうなんですね。いろいろ、旦那様と息子様の、ご飯の支度なり優先してください。ラジオ感覚でね、聞いていただければ、特に、有益な情報何もないので、聞かなくても大丈夫だと思いますが。今回のライブ、シュー君と小野さんは私は反応するかな。どうでしょうね。タイミングいいところで声かけをしていただければ反応してくれるかと思いますが。年末年始はチョコ祭り。最後の差し入れのチョコを食べて以来、完食を全然してないので、本当にね、配信の時だけですよ。お菓子を食べるのは。なので、今日ちょっとフライングして、1個食べちゃいましたけど、久しぶりに配信と関係なく、配信画面を見てない状態で食べるお菓子は美味しかったです。デブルの量を痩せるのは月単位。ね、ほんとそうですよ。本当に、息をするだけで太っていくというのに、ぜいぜいハーハー言って運動しても全然痩せやしないからね。こんなラインが出頭されたような、ありがたい、嬉しい。ライブ円盤いつ発売なんでしょうね。春ときました。本当ね、いつの春だよって感じですよ。いろいろね、ボリューム満載ですよ。この、ネタバレですけど、今回の DVD はボリューム満載でございます。これも盛り込むんだ、これも入れるんだ、みたいなね、いろんなダイジェストが入ってきますよ。楽しみにしていてください。開始2分フリーで、買った人は開始2分、そこから先、聞きたい人は、
課金していくっていう形にして、ボリューム満載にしていくと思います。はい。肩こりの筋トレの影響もあったりするわ。肩周り。肩周りか。肩こりじゃねえや。肩周り。もうですね、筋トレ、でもそこまでね、激しい筋トレじゃないので、とにかくですね、ここの胴周りとか、もう食ってきた時のこのパツパツ具合がね、痩せなきゃって思います。ツアー T 出るんじゃないですかね、多分。いつも DVD 発売の時のツアーでもグッズは作ってたもんね。出ると思うんですが、どんなツアー T シャツになるか何も聞いてないですけどね。久しぶりにした鎧。鎧はね、私は持ってないからあれだけど、まあね、シュウ君とかに、来てもらえれば。リクエスト、ね、曲のリクエストじゃなくて、鎧着てくださいっていうリクエストをみんなが一斉にシュウ君に送れば、シュウ君着てくれるかもしれないし、ね、昔のがなくても新しい鎧を着てくれるかもしれない。もうめちゃめちゃいい加減なこと言ってますけど。清雨ご一緒販売プリーズですね。汚いので、不衛生だから売れないですよ。皆さん20円後、そのように、いやいやもう本当にここね、やばいっすよ。特にね、こうね、下向いて、ベースの方向いて、こうね、どうしても顎を引いた形になるじゃないですか。この時の下から煽られた映像とかが、もうここがね、本当にやばかったです。封印したい過去でございます。リクエストでレアな曲、ね、レアな曲ね、大変なんだよ。ゆかちゃんさんこんばんはでございます。一目にしたまたもうね、お疲れの時は寝ましょう。それが一番いいですよ。本当に。いよいよ人生夢の親子ガルネス参戦できました。息子さんそんなに大きくなったんだっけ？息子さんの耳のケアだけは、怠りなく楽しんでいただけるといいんですけどね、お子さんもね、本当に。今も誰よりもかっこいいです。それは褒めすぎですね。かっこよくないのは重々承知でございます。10周年の時のメモリアル版っていうかね、まあ、映像、溜まってた映像を全部そこに出すんかいって感じで盛りだくさんだと思います。はい。いろいろね、まあダイジェストなのでがっつりではないですよ。でも、おまけ画像として結構出るなっていう感じですね。得点がつくかどうかはわからないです。中村さんこんばんはでございます。遅れも何も始まってないです。大丈夫ですよ。全鎧のライブを見てみたい。なんかね、まあ演奏に支障がなければどんな鎧でも来ますよ。ただね、鎧を準備するのが大変なだけで。20夜は口の中で下回しすると、私やってるんですよ。舌をね、こうぐるぐる回すやつですよね。毎日やっとるんですよ。私には効果ないですね。全然。ファンシーさん、こんばんはでございます。DVD 発売記念イベントは、したいっていう旨は伝えてある。まあ、そのね、運営側が覚えてるかどうかは別として、したいっていうのは伝えてあるけど、やるかどうかは何も聞いてないのでわからないですね。ゆきねで鎧着ようかとシュウさんにゆきさんが話してましたので、なんかね、本当リクエスト、曲のリクエストをする前に、とりあえず、周記念は鎧を着ろよって、リクエストしていただければ着てくれるかもしれないですよ。小野さんの MC 全部入り。なんかね、MC はどこまであるんだろう。映像チェックの時は、とりあえず、すべての MC とか全部入ってたので、どこまで収録されるのかわかんないんですよね。最終的にどれぐらいに収まるのか。まあ、物販紹介とかは多分入らないと思うんですよね。DVD 見てる人からしてもそれいるのって話になっちゃうから、なんか現場のそのライブの雰囲気が伝わるような、ものは残してあると思うんですけど、あと小野さんのその物販紹介 MC 前後の
話が載せられるレベルなのかどうかにもよると思うんですけど懐かしの過去映像とか、懐かしというかそこまで懐かしくはないけど、前回の映像作品を、その CD につけて出した時から、それ以降のライブの映像とか残ってるものを全部出してるって感じですかね。23日にアドバンス・ザ・フォール発売に19年を迎えてました。そうですね。ついさんに教えていただきました、それは。先日飲み会をしたときに、なんか23日が、発売20周年なんだよっていうのを教えてもらって、ああ、そうだったんですねっていう。なんかね、その感覚的に全然覚えちゃいなかったんだけど、なんかね、もう、そりゃそうですよね。デビュー20周年なんだから、発売後20年も経ちますわね。そんなこんなでちょっとお腹空いたので、前回もやった気がするな。またやってしまいました。ちょっと待ってね。こちらに移します。で、前回もう私やってしまったんですが、飲み物をですね、手元に置いてなかったので、取ってきます。ちょっと待ってね。失礼。ちょっとね、後ろのテーブルに置いたまま忘れてました。本当に。とりあえずでございますが、今日は、ガンプラメインでお届けします。特典中国のツアー、中国のね、ツアーのダイジェストはね、まあ、ここだけの話ですよ。ここだけの話入ってます。周りに言わないでね。いろいろね、公式から、DVD の内容の発表があったときに、知らなかった、聞いてなかったっていう体でみんな驚いてください。もうね、いろいろ入ってます。まあ、中国のツアーはね、この前回のツアーの一部として考えたら入れなきゃいけないでしょって話なんですが、まあ、ダイジェストとして入っております。その舞台裏っていうか、ステージだけではなく、いろいろオフの、まあ、短い動画ではありますが、映像ではありますけれども、ちょこっと入ってます。はい、そんな感じで今日は、作りたて、完成したてのサザビーでございました。はい、そんな感じです。今日はファミリーマートに行ってきましたよ。ブラックサンダー1個ちょっと食べちゃったんだけど、ブラックサンダー、別にブラックサンダーがすごい好きだからってわけじゃないよ。ファミマに、今日はね、ファミリーマートにしか行けなかったんですけど、ファミマに行ったら売ってたのがこれと、あと、なんか小野さんを想起させる長いエクレアです。はい。すいません、ありがとうございます。ハルさんを囲むベース会です。メタルベーシストでハルさんを囲む会が、8ヶ月ぶりなんか本当に久しぶりに開催されまして、楽しい夜を過ごしてきました。サザビのデザインは最高ね。サザビかっこいいですよね。これ、差し入れでね、前回のツアーでいただいたやつなんですけど、これ私、サザビは実は、これで3体目でございます。通常版が2体、前々回かなのツアーでいただいた特別仕様版限定版が1体あります。クレープ、これなんかさ、写真見るとクレープに見えないんだけど、クレープらしいよ。美味しいかどうかわかんないけど。だからちょっとね、小野さんに言ってほしいですよね。長
いお付き合いみたいな。なんか、こんだけ伸ばして肺活量ね、重視でやってるから、多分普通のクリアよりはカロリー高いと思うんですけど、もうできるだけ伸ばせば伸ばすほどカロリーを消費するので、実質これを声に出して言えば食べてもカロリーがゼロと同じことですよ。食べる前にカロリーを消費するので食べても安心。京都銀行、知ってます？小野さんの CM。すごいですよね。あんだけ伸ばせるんだっていう。これ写真で伝わるかな。なんか、ボロ雑巾みたいになってますよ。クレープだそうです。なんだろうね、墨汁を拭いた後の雑巾みたいになってますね。正直見た感じ、美味しそうには見えないですけど、ね、ブラックサンダーのザクもちチョコクレープということでございます。はい、決して、ボロ切れではありません。はい。ブラックサンダーとハイメアのコラボ、どれも恐ろしいカロリーばかりなのもね、カロリーはね、気にしちゃダメですよ。食べてもいいんですよ。好きなものを食べて運動で消費すればいいんですよ。クレープにちゃんと見えますか？綺麗に、本当に綺麗になんか畳まれてるので余計に布に見えるんだけどね。いろいろ掃除した後の雑巾って感じですね。いただきますの前に、ゆうきさんの真似して乾杯しますか。私はいつものコーヒーでございますが、皆さんお手元にある食べ物飲み物、食べ物飲み物何もない方は、そこら辺の草でも何でも構いませんのでお手に取って、ではでは、今日は寒いですが暖かくしてこの三寒四温の3寒を乗り切りましょう。ではでは、乾杯。コーヒーうまい。コメントが流れてく。ありがとうございます。フラップサンダーコラボは失敗がないと思ってます。そうなんですね。作りすぎた照り焼き。いいな、照り焼き。私の分を早急にこちらにお届けください。ご飯がまだ炊けてないからあれだけど。いや、でも何でもいいです。乾杯しましょう。すみません。ありがとうございます。本当に。なんだろう。ワインをお飲みになってるのは健康のためなのかな。いただきますよ。ラムネサワー、いいね。乾杯。そう、本当伸ばせばカロリー消費してるから、その後に何食っても大丈夫。ゼロと同じ。唐山弁当って何？なんか美味しそうなネーミング。赤服とコーヒーで乾杯から贅沢。一夜さでも。いや、それ最近三ツ矢サイダー飲んでないな。いろんな飲み物皆さん飲んでる。ブランデーソーダ、なんかおしゃれなもの飲んでる。あと麦茶、いいね。前回のドラに続き、そうだね。あんまりね、悪いこと言っちゃいけないね。でも、見た目がさ、特にさ、ここら辺とかさ、なんか雑巾でしょ。いただきます。ザクザクしております。ブラックサンダーやね。もちもちもしてます。看板に偽りないです。
こんなにまん丸とはしてないけどね。美味しいっすよ。美味しい。美味しいけど、もっと濃厚なチョコでもよかったな。すいません、ありがとうございます。ブラックサンダー食ってるだけですよ。うん。色合い的に美味しそうに見えないかもしれないけど、美味しいですよ。うん。アジとマグロで乾杯。いいな。ご飯中。ご飯が食べたい。山崎パンの船間ドーナツ、ミルクホイップ。いいっすね。ホイップ。唐揚げの弁当。そうなんだ。唐揚げか。A さんこんばんはでございます。綾鷹ほうじ茶。綾鷹ね、一時期ハマってずっと飲んでたな。三ツ矢のいちご味。へえ。そうなんだ。ブラックさんの愛知の誇り。ね、それ誇りって本当に掃除しなきゃの誇りってことじゃないよね。プライドの誇りですよね。でも美味しいんですよ。ブラックサンダー美味しいですよ。ただ、見た目がそんなによろしくない色だよねっていうだけですよ。すみません、ちょっとはしたないですが。うん。そこがうまい。うん。美味しい。デザート代わりにヤンパン。いいね。なんかみんな美味しいもの持ってるね。この時間帯のお茶コーヒー飲むとトイレ近くなるので。そうなんですね。私、なんかね、お茶とかコーヒーとか、いわゆるカフェインもの飲んでも全然影響ないんですよね。多分、慣れなんでしょうけど、でも、長いエクレアでございます。どんだけ長いかというと、全貌を出しましょう。こんな感じでございます。これもちょっと見た目がよろしくないですが、チョコのいい匂いがします。美味しいはず。美味しいはず。よいしょ。こういう感じで穴が開いております。こっちから食った方がいいよね。逆から食うとここからクリームが出ちゃうもんね。恵方巻きだと思ってください。エクレアです。エクレアです。普通のエクレアですね。これは売りが長いだもんね。なんか、なんか本当に普通のエクレアです。長いだけで。でも、美味しいですよ、エクレアとしては。チョコがね、手の温度で、体温で溶けちゃうんで、食べづらいですけど。通常のミニエクレアと
だって食べ応えがあるのがいいですね。うん。クレープもエクレアも食べたくなる。食べたくなったら食べましょう。普通サイズの2個分、3個分。どうなんだろう。2個分なのかな。多分最近の小さいからあれか。最近ので考えると3個分ぐらいあるのかな。うん。紙まで食うとこだった。断面図をきれいに食べるのが難しくてね。まあ別に見せなくてもいいんだろうけど。どんどん俺の手が汚くなってくるよ。スポンジケーキ版。なんかね、ロールケーキがあった長いやつの。で、なんだっけ、ファミリーマート行って新発売で見たのがドラえもんのポケット型のフルーツサンドがあったんですよ。私フルーツサンド好きじゃないから買わなかったけど、ネタとしてなんかドラえもん系のやつは買おうかなと思ってました。うん。こんだけ汚れたらある意味開き直れるよ。ちゃんと今日は忘れずに用意しました。ウェットティッシュ。うん。揚げパンよりは長いと思います。うん。なんだろう、あまりに普通にエクレアすぎて、長い以外の感想が出てこない。まあ本当に長い、エクレアでございました。なんだろうね。もうちょっと何かフックがあってもよかったかな。麺も美味しかったですよ。アニメのドラえもんのソーダゼリードリンク。そういうのもあったんだ。うさぎだかキリンの長いロールケーキ。どうなんでしょうね。普段ファミマに行ってないからわかんないけど、エクレアとロールケーキ、なんか細長いロールケーキが置いてありましたね。もうコーヒーがうまい。チョコドラ焼き、オーラフラッペ、へえ、いなかったな。それに一つで、食い入れのあるエクレア。まあそうですね、なんか、一口サイズのエクレアよりは、なんか食べてる感があってよかったですね。見てるだけでお腹いっぱい。あら、それはもったいない。もう、ちゃんと食べてお腹いっぱいになりましょうよ。ああ、ちょっとお腹が減るんで、生かしましょう。そういやさ、そういやさ、前回も、前回見に来られた方、覚えてらっしゃるかわかんないですが、前回ね、私の背景が変わりましたと、若干変化がありましたよと、言ったんですが、ほとんどの方というか誰もわからなかった。そこからさらに変化がございます。何が変わったでしょう。レッツシンキング。シンキングタイム終了ということで、物片付けます。
今日はね、お団子ないんですよ。ファミリーマートにしか行けてなかったので。ファミマのフラッペで一番美味しいのはアフタヌーンティーとコラボしたねっていう。フラッペ自体を買ったことがないからわかんないかな。長いロールケーキがスーパーで見たやつだとき、そうなんだ。奥のケースの置き方が変わった。カーテンが前の、カーテンが前のチンした。ショコラロールにハッドのうち、そうね、ガンプラの配置を変えた。ですね、ガンプラの配置というかですね、ガンプラが、置いて、他の部屋に、置いてたガンプラをこっちに少し持ってきました。どれだよって話ですけどですね、最近ね、作ったやつも含めて、ここと、ここと、ここが足されておりまして、で、ここにも足されておりまして、あと、今までベース3本あったんですが、ファクターを片付けました。で、一応、寝室にね、置いてあったガンプラをちょっと持ってきたんですけど、でもこれが全部じゃないんですよ。この、一番でかい正方形のね、ショーケース。このサイズのやつが、もう一個まだ寝室に残ってるんですよ。それ以外のガンプラをちょっとこっちの部屋に持ってきましたよってだけなんですけど、で、その最後のどでかいショーフケースのガンプラをどこに置くかで今悩んでまして、その今までのように寝室に置いててもいいんですけど、ねどうせだったら全部一緒に飾りたいっていうのと全部同じように、同じところで同じように一別で全部見渡せた方がいいかなっていうのがねあって、ただ本当に置き場所がなくて困ってるっていうね。今後またマイナーチェンジするかもしれないですが、こんな感じでガンプラが増えました。ガンプラが置いてあるものが増えました。なぜファクターを片付けたかというとですね、メインで使用するベースを ESP のベースに変えて、ベース ESP のベースに慣れなきゃいけないので、ファクターをちょっと封印したんですよ。で普段の練習からもう触らないようにって気をつけてて、どうしてもね、その、ベースの位置とか、弾き方とか全部変わってくるのでESP のベースのスタイルに早く馴染まないとと思って置いてはいたけど封印してたんですよね。もうどうしようもない時に、逃げ場じゃないけど、自分の心の救済処置のためにですね、逃げ道としてファクターを用意してたんですけど、ツアーを ESP のベースをメインにしたツアーを何回かやったことで、完全ではないけど、だいぶ慣れましたなと。もうファクターに逃げることもないだろうと。完全に、ファクターを断ち切って、ESP のベースに移行しないとなっていう思いがあって、あと、触らない、弾かないのに外に出してるっていうのはあまりちょっと、その他にも良くないなと思って、いろいろふきふき掃除をして、ケースにきちんとしまいました。でね、どうしてもね、やっぱ長年弾いてるっていうのと、ファクターがあまりにも弾きやすいっていうのがあって、ベースに煮詰まった時とかファクターに逃げたくなるんですけど、そういうのも、なんとか、去年、一昨年と、逃げることなく我慢できまして、今年からはちょっとね、もう本当に、退路を断つじゃないですけど、逃げ道をもうすら作らない
逃げる道をすら作らずに、頑張ろうということで片付けました。あとファクターの状態がこれ以上悪くならないようにということもあってね。なので、はい。コレクションをずらっと並べたくなりますね。そうなんですよね。せっかく、皆さんからいただいたものもあるし、見てたいんですよね。でもね、場所がね、もうないんですよね。で、今の段階でもショーケースが重なってるので、その、前後でね、後ろのやつがもう見れないっていうのもあったりするんですけど、本当にでも壁一面に積み上げられたらいいんだけど、そうもいかないしっていう、なかなかね、本当に触るとですね、ファクターで触ると感覚が戻るっていうかね、やっぱもう20年ぐらいファクター引いてたので、ファクター用のスタイルを構築してしまったから、やっぱそっちの方が弾きやすいんですよ。だから、なんだろうね、楽な方に人間いっちゃうじゃないですか。それもあって、でもそうするとね、今度その ESP に戻した時に大変になるので、ESP の今の、ESP で掲げてる位置で、一番いい方っていうのを、まだまだ模索してるんですけれども、それを体に染み込ませないと今後のツアーとか大変になってくるので、なるべくね、他の楽器、特に弾きやすい他の楽器は触らないようにしてますね。ベースを始めた時の初めてのベースはファクターではないですね。一番最初に弾いたのはヤマハのショートスケールのベースでした。もう初心者向けセットっていうのを買って、もう訳も分からず楽器屋さんに勧められるまま、最初にね、本当は BC リッチのロングスケールの、ワーロックが欲しかったんですけど、自分の貯めたお小遣いで買うとはいえ、親がですね、どうせそんな続かないだろうっていうので、高いベースを買うことを許してもらえなかったんですよ。とりあえず初心者向けのなんか買えと。で、当時自分が欲しかったは、BC リッチのワーロックが8万いくらだったのかな。で、実際に親が買うのを許してくれたのが初心者向けの、ヤマハのショートスケールのベースに15ワットかなんかのグヤトンのコンボアンプがついて、スタンドがついて、ストラップ、安いヤマハのストラップと、なんか細いシールド1本と、ケースがついてたのかな。あと教則本がついたのかな。それでなんか2万じゃなかったか。5万はいかなかったはずなんだよな。なんかそれすごい安いやつを買ったんですよね。で、その後、しばらくして、念願のBCリッチのワーロックを買って、で、買って結構すぐにですね、キラーギターズからX の当時のね、X のタイジさんモデルの、インパルスっていうベースが出て、で、それが、友達が買ったんですけど、当時で14万かなんかだったね、買えなかったんですけど、友達が買ってすぐ自分に合わないって言って売りに出したんですよ。でもそれが半額7万円かなんかで売ったんですよね。でもそれ7万円だったらなんとか買えると思って、BC リッチのワーロック買ったばっかりだったけど、親に言って、自分のね、貯めたお小遣いだけども、親に言って、もうこのチャンスは逃したらもう7万円で買えることできないからっていうので、インパルス買って、で、インパルスとワーロックを、2本弾いてたんですけど、
キラーのインパルスはミディアムスケールなんですよ。で、ワーロックがログスケールなんですよ。スケールが違うので、まあまあ大変だったんですよね。でも、なんだろうね、個人的な音の好みとしてワーロックが好きだったので、自分の中ではですね、X を弾くとき、コピーするときは、キラーのインパルスを弾いて、それ以外、世紀末とか弾くときは、BC1 のワーロックを弾いた感じですね。で、ファクターを手に入れるまでは、そのインパルスの赤と紫を最終的には持ってたんですけど、それと BC リッチのワーロックの3本を弾いてた感じですね。で、ファクターを買ってから、指弾きに完全移行して、でそっから、ファクター1本に本当に絞ったんですよね。まあ実際音がいいのと弾きやすさが良くて、で、ファクターをよりよくうまく弾くために自分のスタイルを構築した感じなんですよね。それまでまあ言うてもね、ただの、学生のね、アマチュアですから、そこまで自分のスタイルがどうのこうのっていうものではないんですけど、ただ、ファクターを手に入れてからはもう本当にファクターを弾くためだけにいろいろやってきたので、もうその体にそのファクターを扱うための姿勢だったり運指だったりっていうのが構築されてしまってるんですよね。なのでESP のベースに変わるってなった時に変えるってなった時にちょっとそれだといろいろ不具合というか不都合が出てくるわけですよ。スケールも違うし、ベースを抱える位置も変わってくるので、まあね、その長年弾きやすさっていうか自分のスタイルを追求したものを変えなきゃいけないってなると、やっぱりね、ファクターは封印しなきゃいけなかったし、未だにやっぱりこう体に染みついた癖とかそういうのっていうのはなかなか抜けてはいないんですけど、もうね、同じメーカーで同じモデルでも個体差が若干あったりするものではあるんですけど、メーカーが違う、モデルが違うってなると、全くの別楽器だともいう認識でいいと思うんですけど、それの違いをね、うまく切り替えれる人はいいんですけどね、自分そういうわけでいかないのでもうちょっと ESP のベースが体に入ってくれれば、ファクターと持ち替えても大丈夫なのかもしれないですけどね。今はまだまだなので。ガンプラのケース、テトリスにガンプラのケースがね、これね、アクリルなんですよ。アクリル板なんですよ。だからね、積み上げると、いわゆる耐荷重量っていうのが決まってるから、多分ね、3段ぐらいが限度なんですよね。ちょっと、たわんできたり、歪んでしまうので、できることなら天井高くまで積み上げたいんですけどね。タカさんがレンレスに入りたての時はファクターだったんです。そうですね。いつのツアーまでだっけな。ふみやくんがいた頃、試作品ができたぐらいだから、レアくんの最初の配信ライブの時もファクターって使ってたっけな。使ってた気もする。ほんと最近ですよ、ちゃんとメインで、ESP だけに絞ったのは。もうずっと、もうファクターしか自分は弾いてなかったので。皆さんが ESP と関わるきっかけはシュウ君ですよ。シュウ君がどうですかっていう話を、加入当初から言ってくれて、
入った時の、レコーディング前だっけな、ツアー前だっけな、ESP の担当をもしあれだったら紹介するから、高さんモデルとかどうですかっていう話をしてくれて、で、自分としてはそのファクターが自分のベストだったから、無理に変えなくてもよかったんですけど、オリジナルのデザインで、自分の好きなそのいわゆるねこういう時々のね12秒満載の赤鬼くんたちみたいなああいうデザインのベースが作れるんだったら変えたいですって言ったんですよ。でも当初は、いきなり今まで ESP を使ってない人がいきなりなんかオリジナルのベース、しかも既存のものとはかけ離れたベースを作るのはちょっと難しいですって言われちゃったんですよね。でその時の担当さんに言われたのが、1年最低でも1年、既製品の ESP のベースを使ってその後で、オリジナル作るのはどうですかっていう提案をされたんですね。で、自分はそれを、言ってしまえば早い話断ったんですよ。なんか写真よりも潰れてる感じはするけども、一応これはクリームメロンパンでございます。でというか既製品の、ESP さんのベースの既製品があまりにも自分の相性が良くなくてです、その弾き心地の点で、ファクターとあまりにも違いすぎて、で自分がオリジナル作るとしたらファクターの弾きやすさを元にデザインしたかったから失礼、いわゆる既製品を弾いて1年経ってしまうとそっちにちょっと慣れるわけじゃないですか。そっちに慣れた後でそのファクターの弾きやすさを継承したオリジナルのベースを作るってなると無駄じゃないですか。それもあって最初からオリジナルのベースが作れないんだったらいいですっていうので断ったんですよね。でそこから何年か経って、ちょこちょこねどうですそろそろどうですっていうのは、俺に触れいろいろチュー君とかも提案してくれてたんですよ。でも結局その条件が変わらない限りは無理だなと思ってたら、担当さんが変わって担当さんがいや別にもういきなりオリジナル作りますって言ってくれたんですよ。で、そっからですね、じゃあデザインしますみたいになって。最初の、赤鬼くんを作る用の、プロジェクトを赤鬼プロジェクトと言うんであれば、赤鬼プロジェクトが始まったのがベテルギウスのレコーディングの時ぐらいからかな多分。その頃に、だいたいこんな感じで作りたいっていうのを言って、そこからデザインは結構変わりましたけど、で、いろいろやり取りをやっていく中で、いろいろありまして、すごく時間がかかりの。紆余曲折あって、今に至るって感じですかね。いろいろとありましたが、で、スケール的にはね、本当はロングスケールで最初作ろうと思ってたんですけど、ESP さんの方で、今後 ESP さんのベースの、スケールっていうか、ちょっと主軸にしたいというか、路線的にこういうシリーズのラインナップを考えてて、それのスケールにしてほしいっていう風になって、ロングスケールではなく、ミディアムとロングスケールの間のスケールになったんですよね。結果的に自分としては良かったかなっていう。ロングスケールだと、ガルの曲が弾けなくなるものも出てきたので、結果的に良かったんですけど、で、ミディアムスケールじゃないから、すいません、ありがとうございます。なんていうんですかね、音の鳴りも良くなったし、
ただね、自分の変なデザインのせいでボディが小さいから、そこまでボディが鳴ってくれないっていう問題はあるんですけどね。ここのね、ここの部分がね、当然クリーム入ってない薄い部分、ここがちょっと悲しい。いただきます。まだクリームが到達してない。レイクのドラムセミナーに一緒にいらっしゃった清水さん。ドラムセミナーにいた清水さんは多分エレクトリの清水さんかな。ブリティッシュドラムとかを扱ってる。それとは ESP の方ではないですね。また、もともと、ローランドっていうメーカーさんにいた方で、まあ多分定年退職後かな、エレクトリに入って、ブリティッシュドラムとか私のラディアルとかそういうのを、扱ってる代理店さんのアーティスト担当の方ですね。クリームが出てきました。サクッと生地にとろけるクリームを合わせた八天堂のクリームメロンパン、美味しゅうございます。これは美味しゅうございます。このサクッと生地が美味しいですね。だからこのもっとカリッとした部分が多くてもよかったな。結構ね、オニコンプロジェクトに関しては間にコロナも挟んだから結構大変だったんですよね。出来上がりが何年も遅れてね、まあこっちもかなり無理難題を注文してるからそのたんびに時間がかかってたっていうのもありますけど、マッシュ。結構ね、メーカーさんからしてみればめんどくさい客だと思いますよ。私いろいろ、その既製品のラインとはを全く無視して自分の好みしか言ってないですからね。めんどくさいこと言ってくるなってずっと思われてたと思います。なんかね、本当にね、細かいところ誰もこんなの気にしねえだろっていうようなところをこうしてくんないととかっていろいろ言ってるからね、本当申し訳ないなと思うんですけど、でも自分としてはね、せっかくのオリジナルを作るんだったら自分の意向はできるだけね反映されたものが欲しいわけですよ。茜なんだろう、この見た目がアップのなんかグラタンみたいだけど、とろ生チーズケーキというものでございます。いただいてみたいと思います。綺麗に取れないごめんね、綺麗に取れなかった。とろっとしております。配信を見つつ食べるラーメンなら何ラーメン食べてるんでしょう。いいですね、ラーメン。
この前ね、久しぶりにラオウを食べたんですよ。で、ラオウの袋麺が出てるの知らなくて、ね、なんか袋に書いてあった歌い文句っていうか宣伝文句が面白くて、お試しにちょうどいい3袋入りだから、まあ食べてみなよみたいな感じのキャッチコピーが書いてあって、それにまんまと乗せられて食べたんですけど、やっぱラオウ美味しかったですね。ここにプロジェクトの部品は全部日本製。日本製ではないですね。いろいろ海外の、製品が多いので、なかなか入ってこないっていうのと、値段が高騰して大変っていうのと、コロナの時はね、楽器関係以外でも、いろんなものが、輸入のものが、海外製品が入ってこなくて大変でしたからね。で、工場も、ESP さんの工場もフル稼働できてなかったから、やっぱり作れる本数も限られてて、先に作らなきゃいけないものがあったから、自分のものは後回しになったりとか、しょうがないじゃしょうがないんですけどね。いろんな理由で、すごく時間かかりましたね。で、あと、そういう作品が出て、出来上がって私が、また細かい注文をするもんだから、時間かかったっていうのもあるし。パンピン向け製品化は難しそうですか？どうなんでしょうね。ESP さんが当時言ってたのは、私のこだわりが強すぎて、製品化が難しいっていう話はしてましたね。1本あたりのコストがべらぼうになるので、やっぱ値段が下げられないと。今のままだと、製品としてちょっと厳しいかもっていうのを言ってましたね。でしょうねっていう。自分ゆくゆくはっていうか、最終的な商品として発売したいっていうのは聞いてたんですけど、自分としてはその商品化を目指してとかいうよりも、まずは自分が気に入ったベースっていうのが先にあったので、そういうの度外視して注文出してたので、細かいところ。あと自分としては製品にならなくてもいいやと思ってたんですよ。商品化されれば、売れたら、マージンとしていくらいくら入りますよっていう風にいろいろ甘い言葉言われたんですけどでもせっかくのオリジナルのデザインでベースを作ったのに、なんか自分以外の人が持ってるってなんかちょっと悔しいじゃないですか世界にたった一人自分だけのベースっていうのでしばらくいたかったっていうのもあるし、なんならもう一生そのままでいいやと思ってたから、このベースを持ってるのは自分だけみたいなね。だから、商品にならなくてもよかったんですけど、でも ESP さんはせっかく作るんであれば、商品化したいっていうのは思ってらっしゃった。ただ私のこだわりが強すぎて、自分のベースの特徴を盛り込むと値段が下がらないと。どうしましょうっていう感じですね。なので、今後なるのかどうかわからないです。無理じゃないかな。本当にね、言ってみたらね、自分の意向が 100% ではないんですよ、正直。もっと細かいことを言いたい。でも、お互いね、そこは妥協してるわけですよ。そんなの無理だよっていうのも、もうメーカーさんがそういうのもわかるから。ただね、こっちとしては、もうちょっと細かい仕様を変えたかったけど、仕方ないやと思って。
でもそれ諦めたけど、そのレベルでも、企業ね、メーカーからしてみれば、えらい無駄にコストかかるベースだなと思われてると思うんですよね。なので、商品化、ね、もう本当メーカーさんには申し訳ないけど、できなくてすいませんと思いますね。もう自分のこだわりが強すぎるので、他の人がこのベースを弾いた時に弾きやすいとは思わないだろうなと思うんですよね。なんかいろいろね、本当にその自分に向けてのデザインとかになってるから、得な方がいればね、弾きやすいと思ってくれるかもしれないですけど、癖のあるベースですよ。なんか、中身だけ取れちゃった。やっぱチョコですよ。側が剥がれる。いいね、チョコ。そういうこだわりが後々出てくる製品にいろいろね、製品に反映されるかどうかわかんないけど、私のこだわりはね、マニアックですよ。多分普通の人はそんな気にしないっていうところを、全部それは自分のスタイルのせいなんですけどね。自分がこういう弾き方をしてるからそこが気になる。普通の人はそんなとこ気にならないよっていう。で、そのこだわりがそれぞれから個性や魅力に、どうでしょうね。自分の場合、魅力になってくれてればいいけど、なんだろうな。自分の思ってる、これがいいと思ってるものが、他の人にとっていいとは限らないのでね、なんとも言えないですけど。どうなんだろうね。同じように、こだわる人が、同じところをこだわる人がいるのかどうかはわかんないですけど、誰にも教えたくないラーメン。そういう名前のラーメンがあるんだ。50年前から本州ベテランビストだが SBA が愛されている。なので多分ね、普通の人とちょっと感覚が違うんでしょうね。自分はね、これまでの既製品の ESP ベースさんとは本当にことごとく相性が悪かったんですよね。ネックの握りとか、そういうのを含めて。多分ね、その自分の手の大きさとか、引いてる角度とか、そういうのが関係してくると思うんですけど、そういうのって、それは人それぞれの骨格だったり、指の大きさ、太さも関係してくるし、あと癖ですよね。で、昔からそうなんですけど、自分の好みというか、こっちがいい、あっちがいいとか、これが嫌だ、これは合わないとかっていうのが、いわゆる一般的じゃないんですよね。いわゆるその他大勢とか、マジョリティではない、常にマイノリティな意見だったんですよね。それもあってね、突き詰めていくとよりニッチなニーズというか、自分以外誰もここ気にしないだろうっていうようなものが出来上がってますね。青肉背景にない。青肉を今ケースに入っております。メインで今練習で使ってるのが
赤鬼くんと打天使くんなので、製品化されても買えない予感がします。そうですね、今のままだと、大量生産化したとしても値段が下がっても多分50万以上するんじゃないかと。前にね、この赤鬼くんを最終的な試作品ができたときに、この1本作るのにいくらかかるかっていうのを教えてもらったというか聞いたんですよ。商品化したいけどコストがかかりすぎてできないっていう話を聞いて、ちなみに今だったらいくらぐらいになるんですかって聞いたら7、80万って言われたんでほんとごめんなさいって思いました変なこだわりばっかり言ってごめんなさいって。そこがしみる。赤鬼君はファクトよりもいい仕上がりになってますか？まあ全体的な、良さっていうのはファクターの方がもう断然いいですそれ別に ESP が悪いってわけじゃなくてね、もうでも自分のオリジナルでこだわりを詰めて、なんだろうな、いいベースに仕上がったのとは思ってますよ、赤鬼くんたち。失礼、マイクこすっちゃった。ファクターもね、開発していろいろ試行錯誤の上販売して歴史があるので、そう簡単には抜ける、なんだろう、製品ではないわけですよ。もう特に、ファクターは一応人間工学をもとにいろいろ考えられて作られたものだから、ね、素人の私が尖ってた方がいいって言って作ったデザインのベースに比べてね、弾きやすさもそうですし、音も、私が持ってる中で、年代によってファクターも音が全然違うんですよ。メーカーさんが、首切りの、ね、ファクターの創始者である首木さんがいろいろ考えて、年代によって中の回路だったりガプだったりを変えてって最終的な音になったんですけど、そういうのを経てのものだから、もうファクターは完成されてると。でもね、私のベースはまだまだ、試作品の段階で何本も作り直してもらいましたけど、これが完成品ではないからね、まだまだ突き詰めようと思えば突き詰められるものだから、比べられないけど、でも今の時点で、ESP さんはものすごくいい仕事をしてくれて、自分が思ってた以上に、しっかりしたものができたっていうかね、むちゃくちゃな注文をしてるってのは分かってたんですけど、本当見た目に全振りして音二の次で作ったんだけど、音もちゃんとしてくれてるのはさすが ESP さんだなと思いましたね。本当団子がないのが悲しいだからそのベースの細かい仕様については、マニアックすぎてどうなんだろうっていうのがあるんですけど、自分としてはね、私もね、なんだろうね、私の悪いとこなんですけど、もう練りに練ってこれで完璧と思ったデザインで作ってもらったんですけど、完成したものを見て後からね、もうちょっとこうした方が良かったかなって思ったりするんですよどうしてもね
か、だから延々と納得はしないんでしょうけど、まあ全体的なデザインはこれでいいと。ちょっとね、バランス的にもうちょっとこうした方が良かったかなっていうのは正直あるんですけど、まあ他の人に聞いたら、いや、気にならないよっていうか、それでいいと思うよって言ってくれてるんで、まあいいかと。ただ、あとは、ね、いろんな音とか、そういう面でもうちょっとこだわりたいなっていうのがあったりするので、今後、まあ、ESP さんと、なんかね、そういうさらなる改造ができるっていう方向になるんであれば、もっと突き詰めていきたいなと思いますけど、それを突き詰めれば突き詰めるほど商品化は遠のくだろうなっていうのは感じしますね。ミルクレープのイメージがしますが、食感どこですか？どれだろう？さっき食ったロールケーキのやつなんかチョコが美味しかったぐらいのイメージしかなかったけど。いつか13のみたいな高さモデルのが、まあね、ESP さんがどこまで、コストをカットできるかにもよるんでしょうけど、まあ出たら出たで嬉しいと思いますけど、出なくても自分だけがこれを持ってるっていう優越感に浸れるので、それはそれでいいかなと思ったりしますね。ショコラル今度買ってみよう。まあショコラル美味しかったですね。チョコ好きの方はぜひ。マイノリティ精神で突き進むのも悪くない。まあ自分常にマイノリティな人間だったから、それは全然いいんですけどね。ただなんでしょう。メーカーさんからすれば困った、すみません、ありがとうございます。困った話なんでしょうけどね、それは。商品にしたいけど誰も買わないものをね、作っても仕方ないからね。私、十数年前からファンしてるベーシストさんのベースも ESP の個性的なベース。姿で見たことないなかなかね、個性的すぎると、商品としては向かないですからね。高さんモデルのベース弾くためには高さんの体格になるといきなりそういうわけじゃないんですけどね、癖とかですよね。あと手の大きさとかもそうなんですけど、そのベースを構えた位置とか、それによってその自分だと、まあ立って弾いてる時のベースの位置、ネックの角度と手に当たる位置と角度によって、まあ言ってみたらネックの端がここに特にね、人差し指と中指の間と指と小指の間にネックの角が当たるんですよ。で、結構ね、ここがパックリ切れてしまったりするんですね。以前なんかレア君がドラム練習してここが縦に裂けて絆創膏貼れないとか言ってましたけど、私もね、結構ね、それがほぼ常にツアーやると切れてる状態だったりするんですけど、そういうのもこのネックの形状に関わってくるわけですよ。でそこを、あまりひどくならないように加工するっていうのも大事で、ファクターの場合ね、元の形が良かったからか自分に合ってたからか、あんまりね切れるはするけどそんなにひどくなかったんですよね。だから ESP のベースを作る時もそこの加工をちょっとこだわったんですけど、まあ、100% ではない加工だったので、まあ、今後もし可能であればそこをもうちょっとファクターに近づけたいなと思ったりしますが、ちなみにね、レア君配信でここの絆創膏の貼り方がどうすればいいんだとか言ってましたけど、私はもう絆創膏貼らずに薬塗って放置でやってますよ。もう貼ったところで絶対剥がれるから、薬を塗って放置が一番早く治りますね。まあ、今ここで言うなって話なんですけど、先に切れた時にレア君に言ってあげろよっていうね。いろいろとね。こだわり面白み、そうですね、なんだろう、自分の
自分のこだわりが、なんだろうな、いわゆるうまいベーシストさんだからこそのこだわりとかじゃないんですよね。本当に自分の癖とか自分の体格のせいで、自分のスタイルのせいで出てくるこだわりだったりするから、多分ね、万人受けはしないんですよね。エンダージャパンでカスタマー作っていただきました。今になってなんでそうしたんだろうっていう部分がありますが、その一全体やりきった感がマクトの2回のキーを通す。ミノルさん素晴らしいですね。フェンダージャパンでいろいろね、やっぱりどうせ作るんだったらこだわりはやっぱり必要ですよね。で、長年こう弾いてると、その当時のベストができたとしても、やっぱり人間いろいろ成長もするし、変化もあるわけじゃないですか。当然そのスタイルも変わってくるし、それにやっぱりその当時のベストだったベースが合わなくなってくるのは当然だと思うので、全然不思議ではないと思うんですけど、自分も毎年その右手の角度だったり弾き方っていうのはちょこちょこ変えてるので、もしかしたら、長年この ESP のベースを弾い音で、それ用のベストの弾き方が見つかって、今気になる部分が気にならなくなるかもしれないしね。それはもう全然当然だと思うんですけど、でもなんか当時ね、やりきったっていう思えるほどの一本が出来上がったっていうのはすごいいいと思いますね、それは。赤身を持つ時のベースのベルト、ストラップってことですね。オリジナルはもう使ってないですね。ファクターの時使ってたオリジナルのストラップは、あれも本当に自分のこだわりを盛り込みすぎて、やたらめったら高くなってしまったんですけど、あれに似たようなデザインの既製品があったので、それを買ったって感じですね。モダンパイレーツさんっていうところの、ストラップなんですけど、自分の理想よりも若干短かったんですけど、革のストラップってやっぱ伸びますので、長年やってるとね、伸びるんですよ。若干ですけど。もともとのその自分が使ってたオリジナルデザインのストラップは、発注当時よりも、15年以上使ってんのか。15年はなってないか。10年以上使ってる出たやつなんですけど、当初発注した長さよりも、10年経って3センチ伸びたのかな。皮がね、重さもあるし、劣化もあるし、皮が伸びて3センチ伸びたんですよ。で、その3センチ伸びた長さで自分が慣れてるから、その長さが欲しかったんですけど、既製品ではないんですよ。長すぎて。で、自分が気に入ったデザインのもので、ちょっと2センチほど足りないけど、このデザインだったらいいなと思えたものがちょうどたまたまモダンパイレーツさんというところのストラップがあったんですね。で、短くなるけど、これも長年使えば伸びるやと思って、それにしたんですよ。で、今買って、ツアーを1回フルでやったからか、0.5 センチもまだいってないかな。ちょっと若干ね、0.2 センチぐらい、2ミリぐらいは伸びた感じはしますけど、まだちょっとね、若干その自分の中が違和感があるぐらいには高いんですけど、これがもより体に馴染んできたら、ちょうどいい位置になるかなと思ってますけどね。もうね、いろいろ自分のオリジナルデザインのものを作ろうと思うと、私の変なこだわりのせいで、高くなるのでもうオリジナルはやめようと思いますなんかね、ストラップね、革の凝ったデザインのものって既製品だと3万円4万円とかなんですよ。
で、自分が作ったオリジナルのストラップって9万円かかってるんですよ。バカでしょその革の厚さ、幅とか革の種類、あとデザインですね、そのスタッズを打つとか、コンチを入れるとか、ベルトタイプにしてバックルをつけてこの向きがどうのこうのとかすっごい指定してるんですよ。もう革の幅ももう自分のその肩に合わせて、決めたんで、こだわりを一個一個上げてったら、最初、お店でなんか注文するときに、オリジナルデザインのやつだと大体まあ4、5万でできますよっていう話だったんですけどあまりにも私が細かく注文するもんだからあとデザインのね、コンチとかスタッズをつけたからってのもあるけど、その装飾品プラスしたら、9万超えたっていうね、ほぼ10万でしたよまあでもね、十何年使えたんだからいいと思いますけど、今後、この前買ったそのモダンパイレーツさんのストラップが、5年、10年経った時に、ちょうど自分の体にフィットしていい感じになってくれるんじゃないかなとは思いますけど、いろいろと。革はね、しっかりした革だから、特にストラップ用の革って、他の革製品と違ってそこまで伸びないようにはなってるんですけど、でもね、その汗もかくし、重いもんをずっとぶら下げてるわけだから、ね、重力とか負荷があって、どうしても若干は伸びるんですよ。それが 10年超えると、最終的にはやっぱ3センチぐらい伸びてるっていうね。なんだろうね、もう一個、既製品で使ってるやつは、もうそれこそ30年近く、もう自分が本当に高校生だった時にはもう持ってたっけな。たまたま見つけた、ギター用のストラップだったんですけど、気に入ったデザインのやつがあって、あれはね、当時で2万円かなんかだったんですよね。それも結構伸びてますね。多分それですね、それは多分4、5センチ伸びてるんじゃないかな。皮が薄いっていうのもあるけど、でもそれはそれで使ってますよ、まだ。なんだろう。劣化はしてるけど、なんか、自分のオリジナルのデザインのストラップよりも軽いからっていうので使ってますかね。今後ちょっとね、モダンパイレーツさんのものをもう一本買うかどうかで悩んでますけど、いろいろね、ちょっとこういうものが欲しいっていうのが明確に決まってしまうと融通が利かなくなって困りますよね。もうこんな時間だった。オリジナルピック50年近く前にピックボーイで作りました。アメリカに最近問い合わせたら注文番号が分かれば確認できるかもと。そうですね。50年近く前とかだと、そのデータ残ってないかもしれないですね。最近のだと、なんかそういうオーダーメイドのやつでも、1年ぐらいでデータ破棄するとこもありますからね。自分がこの赤鬼くんたち用の、セミハードのケースを作った時、もう最初に作って採寸してね、オリジナルのを作ったんですけど、それのデータがもう1年で破棄したからないって言われて、2個目作った時に改めて採寸して作ってもらって、で、デザイン若干違いましたから全く同じものではないのが出来上がって、いいやとか。そのセミハード1個ね、7万円しますけど、本当オリジナルのものを作ると金かかるね。本当にね。ロッキーの指の角度が変わることをとさ何となく分かる気します。私は教室で大学 OK なのでビオラを弾いていた。かっこいい。ビオラか。
そういうね、なんかオーケストラとかでなんか弾ける人が、ああいうクラシックの楽器を弾ける人ってなんかすごいなと思う。私は音感とかが本当にしっかりしてないから、クラシック楽器とか弾けないんだよな。小さい頃から音楽に触れてると、ね、絶対音感がなくともある程度の音感って育つじゃないですか。私そういうのが全くないから、絶対音感に対して私のは常に不安な絶対不安感なんですよね。なんかこの音合ってんの合ってないのっていうのがね、本当に常に不安ですよ。データ機、そうですナスカさんっていうメーカーの、ところでセミハードケース作ったんですけど、1年で破棄してますって言われてそうなのっていう。でも新しく採寸して作ってもらったやつのデザインの方が気に入ってるので、それはそれで結果オーライだったんですけど、問題はですね、コロナを経て、いろんな輸入品とか、いろんなその材料費の問題もあって、1個目作った時6万いくらだったんですよ。税込みでね。で、コロナ経て2個目作った時に、いろいろ値段が上がってて7万5千だったのかな、高くなったっていうねケース1個作るのにも大変だよっていう、ベースが1本変えちゃうよっていうぐらいだったからね。もうケースは作れないかな多分な。オーケストラの中でのビオラとバンドの中のベース、気持ち的には位置的に似てると想像して、そうですね。自分がそこまでの役割できてるかどうかわかんないけど、やっぱりこう下の部分を支えるっていう点では同じかもしれないですね。赤さんで不安じゃ大概の人は、いや私は本当に音感悪いんですよ。なので、前、在郷とファーストゼロのベーシストの高垣君にね言われたんですけど、高木君はなんか吹奏楽かなんかやってたのかな、若い頃。いわゆる音感が結構あって、絶対音感ではないみたいだけど相対音感なのかな。音を鳴らしてこれが何の音か分かりますかっていうのを言われて、自分はそういうの全然分かんないんですよ。例えば、ドの音がね、ドって流れたとして、ドって言われたらドに聞こえるし、それが、いや、ミですよって言われたら、ミなのじゃあミねって思ってしまうぐらい音感ないんですよ。だからね、で、相対音感っていうのは、何かを1個の音に対して、何音上がってる、何音下がってるっていうのが大体わかる。2つの音が並んだ時に音の感覚がちゃんとある程度わかる。ドが鳴って次はミが鳴った時に、最初の音がドって分かれば次の音がその音階の音の上がり幅で何の音かが分かるっていうのが相対音感だと思うんですけど、そういうこの一つの音に対しての、音程ですね。それすら自分不安なので、微妙に半音分かんなくなるわけです。これはミなの？ミのフラットなの？みたいなね。だからそこら辺本当にね音痴なので、だからその音楽理論を音楽学校で習ってた時に、言ってた教科書テキストがあって先生に教えてもらって、こういう時、こういう代理コードが使えますよとか、こういう構成音があって、あえてここをやることで、理論上は音が外れてるんだけども、経過音として使った時に間違いではないとかっていう、そういういわゆるテキスト上のものは覚えられるんですよ。それはもう勉強としてやって、テストはほぼ満点でやってたんですけど、でも実際に音の響きを実感ができないから全然頭に入ってこないんですよ。知識としてその時は覚えてるけど、
じゃあ実際演奏して、そのコードをなんかねバーンって弾かれてメジャーのコードが鳴ってる、マイナーのコードが鳴ってるとか、そういうのがもう全然わかんないんですよ。ピアノでもそうですよ。メジャーのコードをガーンって弾かれて、これメジャーですかマイナーですかどっちですかって言われた時にいや暗いと思えば暗い明るいと思えば明るい、わかんないですっていうぐらいの音感のなさなんですよね。比べればわかるんですよ。メジャーに対してマイナーコードを弾かれて、確かに、マイナー感が出てる、ちょっと暗い感じがするっていうのはわかるんですよ。そのいろんなコードをやられて、その何か一つ、正解を教えてくれたら、それに対してこれじゃないかなじゃないかなって予想はつくんですけど、パッと聞いた時にそれがメジャーなのかマイナーなのかがわからないぐらい音痴なんですよね。そういう点で、ものすごく、私は他のブリブリ言わせてるベーシストさんたちに比べるとものすごく劣ってる部分が多くてですね、加えて、元来の不器用さとかいろんなリズム感のなさとかもあってですね、本当に人の2倍3倍も時間をかけないと、普通の人が弾けるものが弾けないっていうね、もうそこら辺の苦労は常に感じております。音楽的な話もなかなか理解できない。それ習ったことあるな、聞いたことあるな、そういうことだよなと思っても、それを耳で聞いて体感できないんですよね。違いがわからないので。それぐらい音痴なんでね。なので、そこら辺はもうどうしようもないですよね。今更気づいた時にはすでにお寿司だったので、もうね、7歳ぐらいまでに音感とかリズム感って鍛えてないと治らないんですよね。だいたい3歳から7歳までかな。絶対音感は7歳でも遅いんだよね。3歳ぐらいに、ちゃんとした、チューニング調律されたものでやらないとダメなんですよね。小さい頃からピアノやってるからってみんなが絶対音感にならないっていうのも、例えば英才教育で3歳の頃にはちゃんと始めてましたよって言っても、その始めた最初の楽器が調律がちゃんとしてなければ、その間違った調律の音感がついてしまうから一生音痴になるっていうね。それはそれでかわいそうですけど、自分の場合あんまり小さい頃音楽に触れてなかったので、そもそもの音感がないっていうね。なかなかね、本当にコード感とか難しいんですよね。音楽学校行ってる時もそうですけど、卒業してからもいろいろ鍛えたんですよ。学校のその講師とかに教わって、こういう風に鍛えればいいんじゃないとか、いろんな人にこうやって鍛えればいいっていうのを教わって何年も試したんですけど、マシになってこれですからね。ほんとね、やっぱ自分にはそういう才能っていうかセンスがないんだなっていうのは痛感してますね。だから、そこはね、その嘆いてもふてくされても仕方ないので、自分はそういうもんだと思って、それを、克服はできないにしても、どうにか、カバーするためには何すればいいかっていうので、もう自分はとにかくベース弾こうと、求められるものをちゃんと弾けるようになろうというので練習してる感じですね。実際それで求められてるものはちゃんと弾けてないんですけどでも少しでも、マシになるように、少なくともちゃんと、ちゃんと音をきれいに弾けるようにっていうので日々、練習はしてるんですけども、周りのを見てると自分がすごい苦労してるところをみんな結構すぐ簡単に乗り越えていくんだなっていうのを見るとね、やっぱね、自分は悲しいなって思いますね。下手な横好きっていう言葉がありますけど、
なんかほんとダメなくせに好きなんですよね。自分本当にね、ベース弾いてるのが楽しくて、本当ベース弾くのが好きなんですよ。でもね、自分の、なんだろ耳もリズム感とかもそうだけど、楽器に向いてないなっていうのは本当によくわかります。でも好きだから、一生懸命努力してっていう風に、努力って言えるのかな。単単にずっと弾いてるだけなんですけど。だからね、常にそのメンバーとか周りの人からお前はダメだって切られる覚悟は持って練習してますよ。やっぱり周りを見ててもっと簡単にちゃんと弾ける人が多いので、自分じゃなきゃいけないっていうポイントが見当たらないんですよね。だからもうお前いらねえって言われないためにも人一倍時間をかけて一生懸命追いつくっていうかね、もうすがりついてる感じですよね。もう本当にね、同じフレーズを何年かかっても弾けないとかってありますからね。何時間弾こうが何しようが。ここはもうね、それは仕方ないんですよ。その人間、誰しもが100メートルを9秒台で走れるわけじゃないじゃないですか。自分は100メートル12秒もう、12秒どころか20秒ぐらいでしか走れないけども、何回も走れますよっていうくらい、ね、遅いなりに、諦めずに何回でも走れますよっていうのを売りにしてやってる感じですよね。毎日何時間も弾いてますけど、幸いなことにベースが弾くのが好きなので嫌にはならないんですよ。弾けない自分に腹が立ったりとかストレスはたまりますけど、同時にベース弾いて楽しいから、同時にストレスがたまるのと同時にストレスも発散してるから、このいう点ではベース好きでよかったなと思うんですけどね。ただやっぱりみんなと同じようにちゃんと弾きたいっていう欲求は年々強くなりますよね。やっぱり周りの人たちがやっぱ上手いかっこいいベース弾いてて、なんで自分はああいう風に弾けないんだろうってこう落ち込むことも多いですけど、でもそれ以上にベースを弾くのが楽しくて好きなので、普通の人は、ね、毎日2時間3時間で、それを習得できるものがあったとしたら、自分はなかなか習得できないから、じゃあ4時間6時間8時間弾いて習得しようと思えるのは単純にやっぱりベースが好きだからっていうのがあるんですけど、周りの弾けてるかっこいい上手いベーシストたちを見て、よし自分も頑張るぞっていう気にもなれるし、身近でそういうライブ見させてもらったりして、少しでも自分もああいう風に弾けるようになりたいなとは思ってますね。なかなかなんだろう、すいません、ありがとうございます。嫉妬というかいいなとは思うんですよ。みんなああいう風に弾けていいな、なんで自分は弾けないんだろうとか、嫉妬はしますよ。妬み、羨ましいとは思うけど、でも自分にできないことだけども、地道に繰り返し練習してれば自分にも少しはそれができるんじゃないかみたいな、そういう一縷の望みをかけて日々練習しておりますね。一時期ね、若い頃はすごく腐ってたんですけどね、自分才能ねえなと思って投げ出したくなる時もあったんですけど、結局ベースが好きだから触っちゃうんですよね。下手でもいいから、とりあえず自分が好きなことをやれるから、
ベースを弾いてて、で、好きだからずっと弾いてたら、そのうちになんか昔弾けなかったものが弾けるようになって、だんだんと、自分でも、こんな自分でも、どの2倍、3倍時間と労力をかければ、ある程度は弾けるようになるんだなって分かってからは、とにかく弾こうと思いましたね。もう成長のスピードが遅いとか、成長しないとかっていうのはもう、現実としても受け止めて、じゃあ時間かければいいんだよっていうね、少しでもマシになるためには、時間をかければ、ちょっとごまかせるぐらいにはなるかも。で、ある程度ね、なんか、周りにバレないようにごまかせるようなレベルになってくると、それはそれで以前よりもより一層楽しくなるので、派手な奏法とかそういうのも、すごくやりたがった時期もありますけど、今はとにかく基礎をずっとやり込んでますね。やればやるほど基礎って大事だなって分かってきたというか、もう本当に単純なんですけど、弦を弾いて音を出すっていうのが一番難しいっていうのが分かったんですよ。動作的には簡単ですよ。弦を弾けばいいだから。でも、その音を出す、ちゃんと音を出すっていうのが、こんなに難しいことなのかっていうのが、やっぱり、時間をかけて、練習してきてよく分かりました。同じ音符でもね、ちゃんとその音符、楽譜通りに音が鳴ってるかどうか、音程もそうだし、音符の長さもそうだし、そのベースの弦を弾くってだけの行為なんだけど、ちゃんと弾けてるかどうか、それはちゃんと綺麗に音が鳴ってるのかどうかとか、そういうのをなんか今は突き詰めてってますね。やっぱ基本って大事だなっていうのが。どんなに派手な奏法ができたとしても、それがリズムに乗ってなければ音楽じゃないし、なんかね、音程がちょっとなんかブレてたら音楽ではないし、なんか早く弾けてても、それがちゃんときっちり音符通りの長さで弾けてなければ弾けてるとは言えないし、指3本使ってる以上、やっぱりそのムラなく正確にピッキングするっていうのも含めて、弦を弾いて音を出すっていう基本が常にやっぱ大事になってくるので、どの曲のどの部分でもそれがちゃんとできるように基礎練ばっかりしてますね。すごい地味ですよ。今の私の日々のベースの弾いてる練習って地味ですよ。本当に。なんか、こいつは毎日何時間も同じことして飽きないんだろうかと多分思われるぐらい地味ですよ。なんかね、結局そこから抜け出せないんですよね。その先に行けないのは、やっぱり自分が不器用だからっていうのもあるし、そういうところのセンスがないんでしょうけどね。なんかもっとその先を練習しなきゃいけないんだろうけど、まだその基礎ので、私、つまずいてますので、多分これ延々に終わらないような気がするけど、なかなか、本当、いろんなね、自分が好きなバンドだったり、好きなベーシストさんのライブを見させていただいて、少しでも自分の糧になるように、刺激ももらえるし、やる気ももらえるし、単純にやっぱ憧れとか尊敬とか、いいなと思えるから、自分もいつかなりたいと思うから、ライブ見させてもらって話聞いて、日々の練習のモチベーションにつなげてる感じですよね。
なんか、ありがたいことに周りの皆さんが私を拒絶しないでいただいてるので今のところね、まだ私のダメな人間性と、才能のなさがバレてないみたいな優しくしてくれてるので、この調子でね、うまいこと隠して、なんか自分のこう向上にもつながりますし、仲良くしてもらいたいもんでございます。コメント読めてなかった。ベースが好きな人たちのベース会盛り上がって6時間半。そうですね、ハルさんはベーシストではないけども、個人的に私はハルさんが、キーボーディストとしてもそうだし、コンポーザーとしてもそうだし、裏ボス的な、そういうラスボス、裏ボス的な感じな立ち位置も好きだし、人間的に興味がすごくある方なので、ハルさんを囲んで、素晴らしいメタルベーシストたちと、楽しい時間でしたよ。スタイルが自分と違うから余計にね、聞いてて勉強になるし、会にはいなかったけど、再生画の勝木くんとか、あと、エンシェントニスのベースのニノさんとかもそうだし、やっぱうまいかっこいいベーシストさんたちっていうのは、見ててもすごく勉強になるし、話聞いても勉強になるし、一緒に話してもらえるっていうのはすごくありがたいですね。自分がそれを話を聞いて見聞きしたところで身につかないからあれですけど、でも、もうかけらでも自分が習得できたらなとは思ってますけどね。本当に毎日地道にベースを弾いておりますよ。なかなか満足いかないというか、うまくならないですけど、歩みは遅いかもね、人の何倍も歩みは遅いかもしれないけども、振り返ってみると、ガル加入した当初よりはマシになってるなっていう、これでもね、うぬぼれかもしれないけど、自負はあるんですよ。あの頃よりはマシになってるはずっていうね。ただ今の段階のレベルがやっぱ他のメンバーに比べても低いので、だからもうちょっとやっぱり自分を上げていかないと、これはなんでしょうね、ベーシストとしてバンドに貢献できてないっていうかね、ガルの足を引っ張ることになっちゃうなっていうのがやっぱり一番嫌なので、もうちょっと、うまくなりたいなっていうのが、もうちょっとね、本当に、うまくなりたいなっていうのがあるので、今以上に頑張らなきゃいけないなっていうのはあるんですよね。もともと自分に甘い人間だから、言うてもそこまで追い込めてないわけですよ。多分、追い込む人はものすごく追い込んで、限界までやってると思うんですけど、自分は絶対いわゆる、腱鞘炎にならないようにとか、関節炎にならないようにとか、怪我しないようにとかっていうのがあるから、そこまで追い込んでないと思うんですよね。だから4時間以上弾いてます。でも、他の人に比べたら追い込めてないなとか、8時間弾こうが12時間弾こうが、多分ね、まだだと思うんですよね。もっと本当は追い込まないと、周りの人たちのレベルには到達しないと思うんですけど、結構ね、自分に甘い人間なのでそこまでできてないっていうのは自覚はあるんですよね。でもその中でも、結構特に、一人暮らしに戻って自由な時間ができてから、
言ってみたら毎日どう過ごすかって自分次第じゃないですか。で、一人暮らし、一人になったおかげで、いろんなことを後回しにできるようになったんですよ。まあ、今話題のお風呂キャンセルじゃないですけど、別にこの時間にお風呂に入らなきゃいけないとか、この時間に飯を食わなきゃいけないっていう縛りもないから、とにかく自分が満足いくまでベース弾いて、優先順位もね、今日洗濯しなきゃいけないんだけどとか、掃除しなきゃいけないんだけどってあったとしても、集中力が十分にあって、やる気が高ぶってたら、もうベースの練習を優先してとか、だから結構ね、そういう自由度が高くなったので、一人暮らし再開してからは、結構、それまでに比べると、やっぱり、納得いくほどの練習ができてるかなと思うんですよね、日々。そのおかげもあってか、ここ1、2年で、なんか、前できなかったことはできるようになってきたんじゃないかっていう実感も、持てるようになったし、だから今後もね、そういう感じで、極力、その健康とかそういうのを害さない程度には考えますけど、なるべくね、自分が思う、通りの時間というか練習量を費やしていきたいなと思うんですけどね。そういうようなことやってるから引きこもっちゃうんですよね。誰とも連絡取らないとかね。誰にも会わずに家にいて、気づいたら4日以上声出してない。1週間ぐらい一歩も外出てないよってなっちゃうんですけど。でも難しいところなんですよ。その社交もうこんな時間になっちゃった。だからね、いわゆる世間とのつながりを考えると、練習してられなくなっちゃうじゃないですか。でも自分が今っていうか、ガル入って、自分にとって一番必要なのはやっぱベースの練習なんですよ。そんなね、毎日2時間4時間弾いたからって上手くなる人間ではないから、最低でも4時間から6時間は弾かないとダメなんですよ、自分は。本当に。なんですかね、6時間ぐらい経ってからようやく指が乗ってくる感じですね。4時間だと物足りないし、6時間からなんかようやくだんだんこう、いろんなことが分かってきて、今練習してるって感じになるんですけど、それを考えると人にも会ってられないし、他のことしてる余裕がなくなっちゃうんですよね。だから結構ね、いろんなミュージシャンが上手くなりたかったら友達なくすまで練習しようって言いますけど、私の場合ね、世間とのつながりを本当になくさない限りは上手くならないんじゃないかと思ってますね。もう別に友達にもともといないからあれですけど。でも今、自由気ままな、独居老人である立場になれましたので、こうね、ベースの練習に関しては、思うようにはできてるかな。困るのがね、もう寝ようと思って歯磨いて、ご飯炊けた。歯磨いて、そろそろ寝なきゃと思って、あとはもう、布団に入るだけの時に、気になってベースを触って、そこから結局4時間以上ベース弾いてたってこともあるんですけどそういうのができるようになったのも、独居老人になったからっていうのもあるしね。だからあとはこの毎日の日々の地道な練習が、自分のベーススキルアップにつながってくれればいいんですけど、なかなかそこがね、身を結ばないというかね、不器用な人間の辛さですよ。こんだけやってんだけどな、みたいな。なんで上手くなんねえんだろうね、とか思いながら毎日弾いてますよ。もう、ここね、2、3週間前かな、特にちょっと右手がね、なんか思うようになってなくて、3週間前じゃないか。覚えてる方はいらっしゃるかもしれないけど、
弦をこの前変えたんですけど、そこら辺あたりの時にちょっと自分の右手にすごい不安っていうか不満があって、なんでできないんだろうとかっていうのがあったんですよ。で、そこから2週間、3週間、かなりこう、右手に集中して引き込んでるんですけど、ようやくそれが最近になって治ってきたというか、マシになってきて、本当にそれぐらい時間かかっちゃうんですよ、私。まあね、だからそういう本当にね、成長が遅いんですわ。もう本当に嫌になってくるけどね、でもベース弾くのが楽しいんでね、それも困ったもんですよね。本当に下手の横好きって昔の人はよく言ったもんだ。まあね、まあいろいろとね、ダメな残念な私でございますが、まあこれからもね、もう頑張って、少しでもね、そのガルの楽曲に貢献できるように、メンバーに貢献できるように、ね、足を引っ張るのももう嫌ですからね。ちゃんと弾けて当たり前だから、ちゃんと弾くのは当然として、それプラスアルファで楽曲、メンバーに貢献できるように、で、今後、それをまず第一目標に、っていうか、まあ、これまでもそうなんだけど、ちょっとレベルアップしていきたいと思いますね。まあ、なるべく皆さんの長い目で見てください。もうね、ガル入って15年経つけど、15年経ってこれかよっていうね。でも、もう、少なくとももう15年ちょっと見てくれたら、もう少し上手くなってると思うんですよ。なので、優しくしてください。日々頑張っております。はい。なので、まあ、次のツアーでね、すいません、ありがとうございます。皆様に、心地よいベースがお届けできるようにですね、日々頑張りたいと思います。そのためにも私は、美味しいご飯を食べていきたいと思います。すいません、ありがとうございます。もう終わりなので大丈夫ですよ。で、ご飯で思い出したけどさ、結局、備蓄米どうなったの米が安くならないかどうのこうので、なんか JA が、9割方なんか買い占めたとかいろいろあるけどさ、なんかしばらくは米の高騰は続くとかいろんなこと言ってますけど、結局どうなってるんだよ、お米は。まあ、必要なものなので、高くても買えますけど、すいません、ありがとうございます。もう本当もう終わりなんで大丈夫ですよ。高くても買うんだけどさ、なんでね、まあ言ってみたら、2倍以上値段が上がってるわけじゃないですか。その2倍以上上がった値段っていうのは、いわゆる生産者が、言ってみたら生産コストが上がって、その2倍ぐらいの値段じゃないと割に合わないっていうか、それをやってもなお儲けが今までよりも少なくなってるぜ、苦しいぜっていうのであればね、仕方ないなと思うんですよ。それは材料費、燃料費、いろんなものを考えて当然のごとく値段は上がりますよっていうね、それはわかるんですよ。まあ、それが2倍なら2倍でもいいですよ。5キロ4500円近くなってるのかな、今。4300円だっけ。そこら辺になったとしても、その上がった値段分の還元というか、利益はちゃんと生産者に行き届いているのかいっていうのが一番気になるところなんですよ。いわゆる管理してる側の、JA 側で止まってたら嫌じゃないですか。なんか全然、まあ、例えばね、利益がどれぐらいあるのかわかんないけど、2000円以上上がってるわけでしょ。それで、なんだかんだ言って、5キロ農家さんが売りました。巷で値段が上がったけど、生産者に対しての、プラスとなってるのは50円程度ですってなってくると、他の、1950円誰が取ったのってなっちゃうでしょ。間にね、いろいろ、リテール
だったり、管理してる側のね、JA さんとかもそうだけど、いろんなコストがかかるわけだから、輸送コストもかかるし、そういうので、聞かれていくのは仕方ないにしても、でも一番利益が多いのは生産者のはずじゃんっていうか、それであってほしいと思うわけですよ。もしね、店頭価格ですごく上がってるけど、生産者に恩恵はそんなないとか、他は潤ってるけど、生産者は別にそこまで変わってないっていうんだったら、私としてはその店頭で買うよりも、農家から直で買いたいわけですよ。で、その店頭価格でいいから農家から買いたいんですよ。ちゃんとその苦労して作ってる生産者に還元してほしいんですよね。輸送コストとか保管コストとか、ね、いろいろあるのは分かるんですけど、だからね、まあ、もう今の時期、農家さんがもうそのお手元に米が残してるかどうか分かんないんですけど、新たに米をね、もう本当に米買わなきゃいけないんですけど、いろいろ皆さんからいただいたお米とか、キャスネリじゃないや、ツイキャスからもいただいたお米なんてもうないので、新しく本当にお米を買っていかなきゃいけないんですけど、店頭で買ってね、その4000いくらニュースで知ってたけども、買った時に、やっぱ疑問に思うわけですね。これは生産者に本当に還元されてんだろうかっていうね。もし、ね、それがされてないんだったら、店頭価格で構わないんで、俺は生産者から直で買いたいと思うんですよね。だからもう本当そこら辺ね、もし、お米生産してる方聞いてらっしゃって、お米まだ売る分、うちにありますよって言うんであれば、連絡ください。店頭価格で買います。これは。なんだろう、少しでもね、自分がね、個人で買える量だから5キロ、10キロしか買えないですけど、その月にとか、でも少しでも、感謝の気持ちを伝えられるんであれば、店頭よりも直接買いたいっていうのが本音でございます。はい。そんなこんなで随分時間が経ってしまいましたが、私はご飯を食べたいと思います。ね、いろいろ、なんかベースに関してはちょっとなんか後ろ向きに捉えられてしまうところもあるんですが、私はあくまでも前向きに練習しておりますので、なんだろうな、いい加減でその何年も弾いてると自分に向いてる向いてないか、自分の得て増えて才能があるかないかどうかとか、センスがあるかないかどうかとか、それはもう本当にね、いろんな現場、いろんな場面で、痛感しておりますので、自分を卑下してるわけではなく、自分を客観的に見て自分はこういう人間だっていうのを分かった上で、前向きにそれを捉えて、じゃあ自分が、上手くなる最短の道は何だろうと模索した結果、反復練習っていうね、本当に当たり前のようなことを時間かけてやってるだけなんですけど、でそういうポジティブな考えのもとやってるので、長々と話しましたけど、別に私がそのネガティブになってるとか、そういう不満を抱えてるわけじゃないんですよ。あくまでも前向きに、少しでも上手くなりたいっていう思いをもとに、希望を持って練習しておりますので、変な、誤解がなきよう、はい。どんくさいのろまな亀が頑張ってるなと。すいません、ありがとうございます。ワデス物語よろしくですね。なんかね、お前はのろまな亀だって、そういう、でも、のろまな亀でも前に進んでるのは変わりないんだよっていうね。だから、それの気持ちで頑張っておりますので、だから前回のツアーよりも1ミリでもよく、気持ちいい音が届けられるように日々練習しております。はい。もうそれがね、上手くなったと思われなくても、全然、ほんの少しでも
1ミクロンでも、向上しているように、日々頑張っておりますので、生温かい目で、ブラックサンダーぐらい甘い目で見守っていただけたらと思います。ではですね、ほんとすいません、遅くなりました。ご飯もちょっと混ぜてないから心配だけど、次回の、配信なんですけど、4月、まあ、来週は多分できないんだよな。まあ、ネタがないからってのもあるけど、まあ、5日か12日ね、来週か再来週にやりたいなとは思っておりますが、はい。でも結局なんだかんだね、私がまた無駄な話をしちゃうから、後半全然コメント読めなかったし、一応ね、なんかの時のためにベースがいつでも弾けるような準備をしてたんだけどね、結局ベース弾かなかったね。残念。まあまた次回、私が無駄な話をし始めたらみんなコメントで全力で止めてください。お前の話はいいからベース弾けと、コメントで、弾幕を作っていただければ、ベースに弾きたいと思います。まあ、別に何を弾くってわけじゃないけどはい、本当すいませんでしたね。なんかでも本当前向きに捉えて私、日々楽しく、もっと、これの練習を続ければもっと上手くなるかもしれないっていう希望をもとにやっておりますので、ご心配なく不器用なやつが頑張ってやっとると、本当に生温かい目で見ていただければと思います。ではですね、終わりたいと思います。ちょっとゆっくりご飯を食べたいと思います。ツアーまでには、ていうかね、次回の配信までももう少し痩せれてたらいいな。ダイエットも頑張りたいと思います。では皆さんも本当にありがとうございました。こんな感じでございますが、本当早くガルネタが用意できるようになりたいです。はい、すいませんでした。ありがとうございます。遅くまでありがとうございました。寒暖差は激しいですが、体調等崩されないようにお気をつけください。で、もうすいません、ありがとうございます。もう終わりですので大丈夫ですよ。ミャンマー等々で、地震災害とか起きております。もしかしたらね、日本でも何かあるかもしれないので、皆さんの無事に乗り切れるように気をつけましょう。もうありがとうございます。もう本当終わりなんで大丈夫ですよ。すいません、ありがとうございます。はい。皆さん健康に、楽しく、ツアー会場でお会いできるように、日々頑張っていきましょう。では終わりたいと思います。ちょうど BGM 終わった。ではおやすみなさいませ。